オートでは内乱が発生し、人類の結束にはひびが入り始めた。そんな中、104騎兵のクリスタレンズが真に王家の血を引くヒストリア・レイスであることが判明。旧大戦側には容赦ない粛清が行われたが、秘密裏に保持されていた技術革新の資料など得るものも大きかった。そして女王としての戴冠から2ヶ月、ヒストリアは牧場で孤児たちの面倒を見ながら平穏な日々を過ごしていた。その頃、調査兵団ではエレンが得た硬質化の能力に関する実験が繰り返し行われ、対巨人兵器の開発にも成功していた。度重なる実験は体に大きな負担を強いるものだったが、エレンは巨人を一掃できるなら自分の身が削られることなど厭わなかった。グリシャから知らされた地下室、そこに残されているはずの真実を求め、調査兵団はついに決定を下した。早く武器を揃えていきましょう。志願しなくに。そして人類は決意した。エレンたちの故郷であり、5年前巨人によって蹂躙され尽くした始まりの場所、志願しなくへ再び赴くこと、人類の悲願であるウォールマリア奪還作戦を決行すること。ウォールマリア奪還作戦を翌日に控えた前夜、作戦に従事する兵士たちは戦いの英気を養うため、前祝いとして束の間の休息を、特別な夜を過ごしていた。そんな中、エレン、ミカサ、アルミンの3人は騒がしい食堂を出て肩を並べ、静かな街を見つめていた。ウォールマリアを取り戻して襲ってくる敵を全部倒したらまた戻れるの？あの時に。戻すんだよ。でももう全部は帰ってこねえ。ツケを払ってもらわねえとな。そう。それだけじゃないよ。海だ。商人が一生かけても取り尽くせないほどの巨大な潮の湖がある。壁の外にあるのは巨人だけじゃないよ。炎の水、氷の大地、砂の雪原。それを見に行くために調査兵団に入ったんだから。ああ、そうだったね。だからまずは海を見に行こうよ。地平線まで全て塩水。そこにしか住めない魚もいるんだ。エレンはまだ疑っているんだろう。絶対あるんだから見てろよ。しょうがねえ。そりゃ実際見るしかねえな。約束だからね。絶対だよ。また2人しかわからない話してる。そうして楽しげに話す3人の話を、兵士長のリヴァイは壁越しに静かに聞いていた。リヴァイが3人の会話に何を思っていたのか、それは誰にもわからなかった。やがてリヴァイはすっとその場を立ち去り、後にはまたエレンたちの声が続いた。大体さ、エレンはいまいち信じちゃいないんだよな。子供の頃こっそりおじいちゃんの方を持ち出してきてまで教えてあげたのに。信じてるってアルミン。お前の言うことはちゃんと全部信じてる。その海ってところに行ったら2人はどうするの？どうするっていうか、とにかく海を見てみたいんだ。それからは
探検だ。外の世界は壁の中の何倍も広いんだ。きっと何をするにも自由だよ。たくさんの塩を取ってもいいし、炎の水を手に入れて、それから砂の雪原を見に行く。でその先はそれからどうするんだ？確かに僕はどうするんだろう。子供の頃から夢見てきた海を前に何を思うんだろう。広い世界を探検した先には一体何が待ってるんだろう。これまで何も考えていなかったわけじゃない。でもエレンとミカサと3人で海を見ればきっと何もかもうまくいくだろう。全ての物事はきっと正しい場所へとたどり着くはずだ。そう信じてきた。僕は外の世界や海のことを考えるとなぜか勇気が湧いてくる。だからその思いはきっと間違っていないと信じよう。でもまあ海よりもまずはシガンシナ区の奪還だ。おそらくライナーとベルトルトの野郎も待ち構えてるはずだ。だからきっちりツケを払わせてやる。奴らは大量殺人鬼だ。必ず罪を償わせけじめをつけてやる。あいつらさえ現れなきゃ母さんだって死なずに済んだんだ。エレン、俺たちが育った故郷、父さんや母さんと過ごした大切な場所をクソったれの害虫どもから取り戻さなきゃなんねえ。私たちが静かに平和に暮らしていた場所、それが一瞬で全て壊されてしまった。だから何としてでも奪い返すんだ。エレンはいつも変わらないね。いや、前よりももっと強くなった。そんなことねえや。俺の目的は最初から調査兵団に入ってとにかく巨人をぶっ殺すことだ。だがこれまで俺を助けるために大勢の兵士が死んだ。オルオさんやペドラさん、エルドさん、グンタさん、エルヴィン団長は片腕を食われた上、ハンネスさんまで。俺のせいで一体どれだけの人間が死んだんだ。数えきれない人たちが死んだ。とても償いきれるはずがねえ。俺が親父に巨人にさえされなきゃ、俺を助けようとして死んだ兵士たちは今でも生きていたのかもしれない。憲兵団とのゴタゴタや調査兵団に対する嫌疑、壁の中の人間同士で殺し合う必要だってなかったのかもしれない。それは違う。どこが違う？わからないけど違うと思う。ミカサの言う通りだよ。もしエレンが巨人にされてなかったとしても、イエーガー先生はきっと別の誰かを巨人にしていたはずだ。だからきっと同じようなことが起こった。それがエレンじゃないというだけで。でも俺だった。だから俺には果たさなきゃならない責任がある。俺のせいで死んだ人たちの分までな。だから明日はライナーとベルトルトをぶっ殺してシガンシナ区を取り戻せ。そしてこの世から一匹残らず巨人を駆逐するんだ。エレン、あなただけが全部を背負い込む必要はない。だったら誰がライナーやベルトルトの相手をするって言うんだ。シガンシナ区の壁だって硬質化がなきゃ防げないだろ。俺がやるしかねえんだよ。確かに作戦の鍵を握るのはエレンだけど、ジャンもコニーもサシャも以前までとは違うよ。みんな強くなった。僕らには信頼できる心強い仲間がいる。私も、私がいる限りあなたを二度と危険な目には合わせはしない。またそれかよ。
でもなミカサ、もう違うぞ。いじめられっ子から助けられた昔の俺とは違う。そうだね。僕たちはもう紛れもない兵士だ。時には冷酷な手段を使って敵を欺くことも平然と行う。以前までの僕なら仮にそんなことを思いついたとしても実際の行動には移せなかった。でも何も捨てることができない人には何も変えることなんてできないから。アルミンも強くなった。って言っても僕が2人を助けたことはとうとう一度もないままだ。僕は数えきれないくらい2人に助けられたけどね。おいおい、何言ってんだアルミ。お前と知恵と知識のおかげでどれだけ視線をくぐり抜けてこれたと思ってんだ。お前がいなきゃ俺たちとっくに巨人の腹の中だ。それは言い過ぎだよ。そんなことねえって。まあ少しでもみんなの役に立てていればいいけど。ったくどうしてだろう。いつもの3人でいつものように笑い合ってるのに、なぜかエレンを遠くに感じてしまう。何度でもマフラーを巻いてやる、そう言ってくれたエレンがそばにいるのに、エレンの心がわからない。大切な故郷を取り戻すために高揚しているの？それともこの先に待つ戦いに不安を感じている？私にはわからない。ただエレンがどこか遠くへ、二度と私の手が届かないほど遠くへ行ってしまうような、そんな気がするだけ。でもそうだとしても私のやるべきことは変わらない。ずっと昔から決まっている。私はエレンのそばにいてエレンを守る。その邪魔をする者はためらいなく殺す。そう思うと不思議と力が湧いてくるから。なんだよミカサ、どうしたんだ暗い顔して。いや、なんでもない。もしかして肉が食い足りないのか？なら食堂に戻るか。肉は残ってないだろうけど芋くらいならあるかもしんねえぞ。もういい。じゃあさ、兵舎に戻る前に散歩がてらちょっと歩かない？場所は違うけど昔みたいにさ。散歩まあ少しだけならね。ミカサもいいでしょ？こうして笑っちゃいるがのんきなもんだよな。これだけの兵員と資材を突き込んでおきながら、もしウォールマリアの奪還に失敗したらどうなる？おそらくもう二度と反撃できる力は残らないだろう。今度こそ人類は終わりだ。この作戦だけは何が何でも成功させなきゃならない。正直ガキの頃は壁の外のことなんか考えたこともなかった。でもアルミンの言葉が、その輝きに満ちた目が教えてくれた。その時俺は自分が不自由なんだって知ったんだ。壁の中で自由を奪われていると知って無性に腹が立った。俺はこの世界の奴隷なんだって。だから俺は自由を取り戻す。アルミンの言う海の先にあるとかいう自由を手に入れる。そう思うと不思議と力が湧いてくる。だから俺は故郷を取り戻し、地下室の真実を知る。そして全ての敵をぶっ殺してやる。